パという名は関東地方の呼び名、川っぱがなまったもので、芥川龍之介の小説河童により全国に認知されたと言われている。地方での代表的な呼び名の系統としては、川のわらしや子供の名の意味を含んだガラッパ、ガータロウ、川子、水の神の意味を含んだ水地、聖人、水湖の意味を含んだ水湖、瀬湖、亀の意味を含んだ亀、土地亀、猿の意味を含んだ円子、川猿、鳴き声から連想されたヒョウスベなど、カッパと同種のものも含むと数えきれない。姿は一般的に頭に水をたたえる皿があり、口は短いくちばしで、全身が緑でぬめぬめとし、背中には甲羅、両腕は甲羅の中でつながっているともされ、指の間には水かき、泳ぎが得意で陸上では二本足で歩く。これらのイメージの多くは江戸で刊行された木版印刷によって日本各地に広く伝えられた。それ以前の書物や同種と思われる種類には頭の皿や甲羅がなかったり、色が赤く体中に細い毛が生えていたり、四つ足で歩くものもある。山わらわの動画でも述べたが、秋になると山へ渡り、山わろとなる種類もある。河童の起源と言われる説は様々あるが、中国の水神、河伯の説が代表的である。中国の河伯は水神であり、人の姿ですっぽんの弟子を引き連れている。あるいは白い亀や白い竜、珍頭魚体であったとも言われ、若い女性を生贄として求め、村人が生贄を出さないときには洪水を起こしたと伝わる荒ぶる神である。河童の姿はこの水神としての性質とすっぽんの姿が混同されて伝わったと考えられている。三国志に登場する沙悟浄は、日本では河童のイメージが強いが、中国ではこの河伯である。また、安倍晴明の式神や円応図の御法道寺、または大工の棟梁が築城や治水工事を手伝わせるために作った人形が仕事を終えた後に川に流され変化し、河童になったという話もある。河童の民話も各地で無数に伝わっている。多くの物語では、川や池、沼などの水辺に住み、人や牛馬を水中に引きずり込んだり、田畑を荒らし、便所で人の尻を撫でたり、ひどい場合には洪水を起こす場合もある。しかし、悪さをした河童は捕らえられ、ある時は袋叩きに遭い、ある時は手を切られ、そして許しを請うために、もう悪さをしないと約束した河童の詫び証文や、骨継ぎ、打身、やけどによく効くと言われる河童の妙薬などを残している。また、切られたとされる河童の手などのミイラも各地に残されている。
悪さをする一方で、築城や治水工事、野良仕事を手伝い、日照りや干ばつの際には雨乞いをし、雨を降らすという善悪の二面性を持っており、河童が水神の霊落した存在だということを示している。河童が好むものとして相撲やキュウリが挙げられるが、これは河童が水神としての性質を残しているゆえんである。相撲は神事であり、神と精霊との争いを表しているとも言われ、神が水神を打ち負かすことにより、農耕に欠かせない水の供給を水神に約束させたのだ。また、キュウリなどの水物の野菜は、古来より水神信仰の供物として備えられてきた。月岡義時の和漢百物語では、伝説の力士白藤玄太に敗れた河童たちが描かれている。ある夏に玄太が柳の下で佇んでいると、河童が勝負を挑んできた。玄太は一喝してその河童を投げ殺したとある。河童が好むものにはもう一つ尻子玉がある。尻子玉は肛門の内側で栓をしているとされる架空の臓器で、ちょうどラムネの瓶のビー玉のようである。河童はこれを抜き取って食ったり、河童の親分である竜王に税金として納めるなどと言われている。尻子玉を抜かれた人間は溺れ死に、抜け殻のようにふぬけになると言われていた。この尻子玉は昔の人々が水死体を見たとき、衣服が剥ぎ取られ、尻の穴が緩み、まるで尻から臓器を抜かれたように見えたために、河童が尻子玉を抜いたのだと思われていたのだ。葛飾北斎の北斎漫画では、河童の釣り方が描かれている。キセルを吸い、余裕の表情を浮かべた男が尻を出し、自分の尻子玉を餌に河童を誘っている。その下にはおびき寄せられた河童が目を大きく見開き、今にも男に飛びかかろうとしているが、その上には男が仕掛けた網が待っている。河童には肛門が3つあるという説もあるが、河童には尻やらへやらの話も多い。への河童という言葉がある。木っ端の日が転じたものと言われ、大したことではない、嫌なことでも何とも感じないという意味で使われるが、河童が水の中で漕いたへは水によって勢いがなくなることから、への河童と言われるようになったという説もある。河童にへで応戦する面白い絵も描かれている。月岡義時の東京開花京画名所では、深川騎馬、河童、周期に辟易。深川騎馬で男が勢いよく放ったへのあまりの臭さに、河童が鼻をつまんで尻込みをしている様子が描かれている。
歌川広景の江戸名所道家尽くし両国の夕立では、夕立を降らせた雷神が両国橋の下に落ち、河童に足をつかまれている。雷神は逃げながらへをし、河童は臭そうに鼻をつまんでいる。雷神と河童、どちらも稲作に欠かせない存在である。河童の嫌うものとしては、鉄やひょうたん、唾、物販などが挙げられる。鉄は刀が落ちた川や桑を置いた川から河童がいなくなったという話が残されており、製鉄が大量の木と水を必要とし、水の生き物や水を必要とする農耕との相性が悪いためだと考えられる。ひょうたんは浮かんでしまい、水の中に沈められない。唾は唾を吐きかけると河童が逃げたという話もある。仏様に備える物販を食べると河童との相撲に勝てると言われた。また河童は皿の水がなくなると力が出なくなるので、相撲を取る前にお辞儀をしたり逆立ちをしたりして皿の水をこぼさせてから相撲を取ると勝てると言われている。猿や狐、鹿の角なども嫌うとされているが、その理由は判然としない。単にそれぞれの持った神々の勢力争いであるのかもしれない。河童には大軍を率いたメスの河童も存在した。利根川に住んでいたとされるねねこだ。ねねこは多くの河童を率いた女親分であり、利根川で人の子や牛馬を川へ引き込み溺死させ、気に入らないことがあると暴れて、たびたび利根川を氾濫させたと言われ、ねねこが住み着いた土地は必ず災いが起きると人々に恐れられていた。九州では9,000もの河童の子分を従えた9,000坊という河童がいた。中国の黄河から一族を率いて渡ってきて、肥後の国八代に住み着いたとされ、その後筑後の国の筑後川や武蔵の国と島宇佐の国との国境隅田川に移り、利根川のねねこに戦いを挑むも敗れている。多種多様な伝説を残してきた河童。猿やカワウソ、巨大すっぽんなどの単なる見間違いでは片付けられない伝説が各地に存在している。少なくともかつていずれかの物語の中に河童と呼ばれた存在が実在し、ある時は敵対し、ある時は手を取り合って人と共に歩んできたに違いない。それらが土地土地の物語と混ざり合いながら現代の河童のイメージが作り上げられたのだ。河童たちはシダの葉で頭を撫でると人に化けることができ、また姿を消す術も身につけているとも言われている。豊かな自然が失われつつある現代、河童たちは住処を追われ姿を見ることはない。しかし
私たちの生活の中に密かに紛れ込み、生き延びていてもおかしくはない。